首ポンポンってやるのはこれはやっぱ愛撫といって馬にとってはよくやってくれたよっていうご褒美の意味があるんで、まあ多分生まれた時からやはりそういうところを触ってあげたりだとか、そういうことでスキンシップを取る時点でやはりまあ犬や猫を撫でるのと一緒で、こういうことをしてくれると安心できるみたいな、そういうスキンシップの方法がそのまま根付いてるんじゃないかと思います。まあだからあとまあ手綱を持ってるんで、こうやって手を離してポンポンってやってあげることで、まあ手綱が少し緩んで馬の緊張感もほぐれてくるんで、両方の役目があると。まあやはりでも反復練習しかないと思うんですね。同じことをしつこくしつこくやっぱりやってって、それとあとやはりよくできた時に愛撫してあげたり人参あげたりだとか、まあ言ってしまえばイルカだとか調教するのとあまり変わらないんじゃないかなと、こういうことができたら、お手ができたら餌あげるのと一緒で、同じようにやれれば馬も同じようにやってくれると。馬にとってもやはり乗る人が変わったら、この人はこういう合図をする時はこういうことをしたいのかな、馬の方もやはり歩み寄ってくる、ライダーの方もお互いが歩み寄る。他のスポーツだったらやっぱり道具が歩み寄ってくれることはないですから、だからそこは本当に馬のこの馬術の醍醐味で、お互いが歩み寄って仲良く分かるようになるというようなこと。それは違うという合図でまあ叱るじゃないけども、やはり間違ったものは矯正してあげないといけないんで、それは足だったりとか、下半身だったりとか、でまあ押し戻したりだとか、まあ止まってもう一回一からやり直したりだとか、まあ地道にやるしかないと思うんで、大体人間の3歳ぐらいの知能っていうんで、いいこともよく覚えるし、逆に悪いことも覚えるし、甘ったれる場合もあるし、だだこねる場合もあるし、だからいいことをしたことに対してよく褒めてあげること、また何か悪いことをしたらやっぱり正しく叱ってあげることも必要ですね。褒めるだけでもダメだし、叱るだけでもダメなんで、本当に子育てと一緒で叱ってばっかりいてもダメだし、褒めて甘やかしてばっかりいてもダメだし、そこのちょうどいい加減のところを、やらないと馬も分かってくれない。本当に3歳ぐらい幼稚園児を教えてるようなもん、まあこれも同じで、初心者の本当に乗馬を始めたばっかの人は手綱を両方の手綱を引っ張れば止まりますよって、教えます。だけど実際には引っ張られたら口も痛いし嫌だよって止まらない馬もいます、どちらかというとそういう時はそういう馬は馬術的に言うと、要するにキザだとか、キザっていうのはちょっと難しい話ですけども、下半身で足をちょっと締めたりだとか、あと座骨から自分の気をつけをしているのを強調して馬に与えたりですとか、そういうことによって、馬にここで止まりなさいよって教えたりだとかするんで、ちょっと言葉で表現するのは非常に難しいんですけれども、幻脚扶助っていうのがあるんですけども、そういうのを駆使してただ手綱を引っ張るだけとかではなくて、体全体のバランスだとか重心を使いながら馬にこれは止まれの合図だよっていうのを教えたりですと、やっぱり馬と一緒にやることの楽しみ、ボールやバットとは多分こういう気持ちにはなれないと思うんで。